肉付きの面。昔、越前の国吉崎にお清という女が住んでいた。夫と子供に先立たれ、姑と二人暮らしだった。お清は働き者で、昼の間一生懸命に働き、仕事が終わると村にある吉崎御坊に参っていた。蓮如上人というお坊様のありがたい教えは、お清の深い悲しみを宿した心の救いだった。しかし、不信心だった姑は、そんなお清を疎ましく思っていた。そんなある日、姑は、仕事を終わらせたお清に、麦を一升石臼でひくよう言いつけた。お清はあっという間に引き終えてしまうと、吉崎に出かけていった。次の日から麦の量は2升、3升、4升とだんだんと増えていったが、お清はどんなに遅くなっても麦を引き終えると吉崎へ出かけた。そして麦の量はついに5升となった。姑は5升の麦を引くようお清に言いつけると、いそいそとどこかへ出かけてしまった。お清はその日も懸命に5升の麦を引き終え、急ぎ足で吉崎へ向かった。もう日は落ちて、寂しく暗い夜道が続いていた。林の奥の暗闇はうごめき、竹の揺れる音はお清を追いかけてくるように響いていた。すると突然、竹やぶがガサガサっと大きく揺れると、黒い影が飛び出してきた。その影は振り乱した髪から角を覗かせ、大きく裂けた口から牙を生やした恐ろしい形相の鬼であった。お前は吉崎に参るのか。この不幸者めが、今すぐ引き返さなければ食うてしまうぞ。お清は恐怖のあまり立ちすくんだが、食いたければ食えばいい。たとえこの身を食らっても、信仰までは食い尽くせまい。と言うと、無我夢中で吉崎へ走った。なんとか吉崎にたどり着き、蓮如上人に助けを請うた。蓮如上人は、南無阿弥陀仏と唱えれば、鬼も逃げて行こうと説くと、お清はお参りを済ませ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えながら家に帰った。鬼は現れなかった。家に着き戸口を開くと、姑が顔を覆い泣いている。お母さん、どうしたのですか？何があったのです？それでも姑は泣くばかりで顔を上げなかった。お清は慰めるように、お母さん、大丈夫ですか？と問いかけた。姑は泣きながらゆっ
くりと顔を上げた。その顔は鬼だった。吉崎に行く途中に出会ったあの鬼だった。姑はお清に吉崎通いをやめさせようと、家に伝わる鬼の面を持ち出し、竹やぶに隠れ、お清を脅したのだ。しかし、脅しに動じず、吉崎に向かったお清を尻目に、面を外して家に帰ろうとしたが、その面は顔の肉にぴったりと張り付き、離れず、どうしようもなく家に帰り、ただただ泣いていたのだ。お清は姑の顔に張り付いた面を剥がそうと面をつかみ強く引っ張ったが、その面は血が流れているかのように脈々と顔の肉に吸い付き、何をしても剥がれなかった。すまんかったお清。姑は泣き崩れた。お清は夫を亡くし、子供を亡くし、悲しみに暮れていたのは私だけではなかった。お母さんも同じように子供を亡くし、孫を亡くし、悲しい思いをしていたのだ、と悟ると、お母さん、寂しい思いをさせてごめんなさい。さあ、一緒に吉崎に参りましょう。蓮如様なら、きっとどうにかしてくださります。と言い、二人で吉崎に向かった。吉崎に着き、蓮如上人に事の顛末を話すと、蓮如上人は泣き続ける姑の肩に手を置き、南無阿弥陀仏と唱えなさいと説いた。姑とお清は手を合わせ、南無阿弥陀仏と唱えた。すると、何をしても剥がれなかった鬼の面は、ポロリと剥がれ落ちた。それから二人は仲良く一緒に吉崎に通い、幸せに暮らしたということである。